今回ですね、野党第一党に躍進でもないのかな、比例の票はそんなに増えてないんで、立憲民主党がですね、今日ですね、12月2日に予定されている健康保険証の廃止というか新規発行停止を延期する法案を衆議院に提出したということで、災害で停電が発生した場合、マイナンバーカードに保険証機能を持たせたマイナ保険証だけでは患者の資格確認ができないなどのリスクを指摘しているということなんですけれども、本当どうしようもない党だね、立憲は。本当日本のイノベーションをですね、すごく後退させる、本当にクソみたいな法案だと思います。本当この党に投票したやつ、どうかしてんじゃねえかって思うぐらいやばいと思います。これによってですね、マイナ保険証だけではなくて運転免許証も統合されますし、資格ね、小型船舶とかもできんのかな。まだ僕の航空無線通信士はダメみたいなんですけれども、とにかくですね、立憲はこういう邪魔しかしないですね。ほんとどうしようもない奴らだと僕は思っております。もうそんなこと言い出したらキリないじゃないですか、なんか。だから災害時なんてそんなこと言ってられないんで、別に保険証持ってなくても治療してあげろよって話じゃないですか。今の紙の保険証ってまずフォト ID じゃないんで、なりすましってすごい多いんですよ、あれ実は。本当の保険証を持ってる人ではなくてもですね、年齢と性別とかですね、似てればですね、誰か本当にそれが本人なのかって確認する術ないじゃないですか。ぶっちゃけ紙の保険証って。今のフォト ID の方が全然いいですよね。あと、カルテ情報をですね、共有できるので、初めて LINE した場合でもですね、例えば、救急病院とかで前の保険証を持ってたら、それをピッてやるだけで、その人の起用歴ってのがパッと出てくるんで、全く知らない緊急で運ばれた病院とかで救急治療をやる場合にですね、その人の健康リスクみたいなものを問診しなくてもですね、ある程度医師が共有して見ることができるって非常に僕いい機能だと思いますし、そもそもですね、これ前の保険証、最終的にはですね、もうすでに Android では対応してるんですけれども、iPhone にも来年にはですね、スマホに乗っけられるということで、物理的なプラスチックカードも資格、保険証だったり、運転免許証だったりとかですね、各種国家資格、こういったものがですね、全部スマホの上にですね、統合されていくわけで、紛失するリスクも少なくなりますよね。スマホをこれだけたくさん使っているんだから、スマホを紛失しなければいいですし、そもそもスマホ自体がですね、クラウドと連携しているので、もし万が一なくしてもですね、新しいスマホに変えればですね、クラウドからデータダウンロードされるので、そういった保険証とかのデータもですね、ダウンロードされるので使えると。しかも、生体認証ですから、登録した本人以外はですね、使えないわけですよね。パスコード知ってれば別ですけれども、基本的には生体認証で全部できるので、というようなもう素晴らしい機能がついてるわけですよね。今更ね、こんな法案出して、そもそも、国民民主党とか維新がこれに賛成するわけねえじゃねえかよっていう、本当ね、どうにかしてるなと思いました、本当に。ということで、本当に立憲民主党に票は入れないでほしい。本当に。こんなことをですね、未だに言い始めて。もうだってマイナンバーだって昔は国民総背番号制とかっていうよくわかんないことを言われてですね、マイナンバー自体がなかなか普及しなかったっていうか、導入されなかったんですよね。だから消えた年金問題とかも生まれるわけですよ。これデータベースやってる人だったらわかると思うんですけど、キーとバリューのペアになってるんですが、ユニークキーって言って、唯一無二のキー。これがマイナンバーなわけですけれども、それが導入できないもんだから、その人のですね、住所だったり、名前だったり、同姓同名の人がですね、二重に年金を受給するとかですね、そういったトラブルにもなりかねなかった。昔のコンピューターなんで、さらに性能悪いんで、そういうわけのわかんない番号じゃないキーを使ってしまうとですね、絶対そういうトラブル起こるんですけど、実際それが起きて消えた年金問題とかって大騒ぎになったわけだけど、あれの諸悪の根源は国民総背番号制とかって言って反対しまくってた社会党とかが悪いんですよ。あと自民党の左派もダメですね。ということで、もう本当にやめてほしい。こうやってせっかくマイナンバーカードが普及しているのに、こういうの使うと、例えば給付金とかも色をつけた、ポイントっていう、マイナポイントとかでカスタマイズができるわけですよ。例えば、健康予防医療の普及ってなってくると、運動した方がいいですよねと。ライズアップみたいなジムとかに、でしか使えないような
別にどこでもいいんですけど、例えばジムとかそういうランステーションとかそういったところでしか使えないマイナポイントとかを国民にこう配布するとかってやるとみんなお得に運動できるんで運動するじゃないですか。なんかもらったものって使わないと損だなと思うんですけど、ただばらまくんじゃなくて、こうやってカスタマイズしてばらまけるっていうのが僕はすごくいいメリットだと思ってるので、本当に立憲民主党をなんとかしてほしいです。ということで、いってらっしゃい。